花使い北条会という珍しい行事が行われている津港ということで、北条津という地名が鎌倉時代にこの地域登場してまいりました。そしてこの2日の日を合わせて早朝からこの築山の舞台にこの築山の台を飾り付けて、神様の人形、それまでは神様の人形を立ててないんですけれども、今朝早朝に神様の人形を立て並べてこの築山のお祭り公開も行われました。ちなみにこの築山の人形は今日夕方4時頃すでに全て取り払われることとなっております。で明日、お祭りが全て終わりました。明日お祭りご苦労様でしたということで、ご報告の祭りが行われて、北条津の秋祭りは終了となります。9月30日から10月3日までの間、非常に長い期間お祭りが行われるという、大きなお宮さんならではの長期間にわたる秋祭りが行われております。でその中で、こちら皆様はそれこそ引山は昨日テレビでご覧になったり、新聞や報道等でご覧になられて、引山の行事、おみこしの後ろに引山がついて回るというのは多分ご存知だろうと思いますけれども、この八幡宮ではこちら築山と呼ばれるもう一つ山という名前がつく行事が行われております。こちらのお祭りは古い日本の神祭りと、あと神様と仏様が一緒の教えとして合体しております神仏混交の教えと、あと江戸時代の町人文化の3つが融合した行事とされております。そもそも先ほど申し上げましたように9月30日の日には9月30日の日に、こちらの方に神様呼ばれる松明で火を焚いて、海から迎えられてこちらの方にお祭りになられるわけでございますけれども、日本の神様はもともと古い時代は形のない姿の形のないものという目に見えない形をしておるとされておりました。ですので神様をお祭りするという時は、神様がやってくる目印になる、例えば大きな木であるとか、榊の木とか、あと大きな石、そういったところを周辺を区切って特別な空間として分けて、そこに神様に来てもらう、祝詞を読んで来てもらうという古い神祭りが行われておりました。実はこの築山も普段はここには本当に境内は更地でございまして、9月半ばに、木で組んだ舞台、山と呼ばれる築山台を築くところからスタートいたします。ですのでここは、普段は砂だけの境内なんですけれども、ここにその神を祀る場所を作るというところで古い神祭りの行事が残っております。そして、その後仏教の教え、この辺り京都や奈良、都からこちらの方に広がってまいりますと、仏教というのはお寺という建物に仏像が祀られます。仏様って形のあるもの、姿が見えるわけでございますね。そうしたようなものを見た人たち、地方の人たちは自分たちが普段信仰している神様にもそうした姿を与えたいということで、こちら後ろ一番奥の方にてっぺんの方におられます、主神乳母神と呼ばれる神様の人形や、周辺に鎧兜をつけておられる四天王と呼ばれる神々の人形、仏教の教えにを参考にした神々の人形を建てられるようになりました。これがおそらく中世、おそらく南北朝、室町、戦国、その頃にはこういった形が行われていたのではないかと思われます。ちなみに一番上におられる主神、この舞台の中で一番高いところにおられる主神というのは、今は乳母神と呼ばれております、怒った女性のお面をつけた神様の像となっておりますが、昔は何と呼ばれておったら、実は山の神と呼ばれておったり、いろんな呼び方がされてるんですけれども、現在は乳母神というふうに呼ばれております。で、周辺には鎧兜をつけた四天王と呼ばれる仏教で東西南北を守る神々の人形が立て並べられております。この四天王が立っている山というのは、実は仏教の教えでは世界の中心に須弥山という山があって、その東西南北を四天王が守っているというふうに考えられております。で、その須弥山の一番てっぺんには帝釈天というインドの神が祀られて住んでいるとされておりますので、おそらくもともと乳母神は帝釈天で、四天王東西南北に置かれるということで、この山そのものが、古くからの神祭りの神の依代から仏教でいう世界の中心にある須弥山をモデルとして作った新たな意味を持たされているわけでございます。ですので今日一日だけ、ここにこの四天王の像や、帝釈天にあたる主神の像が並べられるということは、ここが今日一日だけ世界の中心になるという非常に気持ちの大きくなるようなお祭りとして、行われておりました。
そして3番目、今こちら真ん中の方に、黒い羽織とあと紙紐をつけた人形を立ててございます。この人形はマロードとか飾り人形といいまして、毎年テーマを変えて作り変えられる人形となっております。テーマというのは地域の歴史物語から題材を取って人形を作り変えております。ご覧になったようにこのような階段状になっておりますと、ここのところ四天王像の前のところは、実際上に登ったら分かるんですけど、ステージみたいになってですね、舞台のようになっております。江戸時代、だいぶ今から400年前、江戸時代ぐらいになると、この広いスペース、まさに舞台として使って何かやってみようかという考え方が町人たち、北条の町人たちの間から、もしくは江戸時代の町人たちの文化として登場いたします。例えばこちらと似たような築山の行事をされている高岡の二神秘密神社、4月23日のお祭りでございますけれども、そちらではかつて江戸時代、そのステージ上のところで子供たちが踊りをしていたという記録が残されております。まさにステージとして使われていたんですね。北条図ではこちらのように歴史物語になぞらえた人形を飾るということで、地域の人たちにもっと築山行事見てもらおうという動きが出ました。実は高いところに有名な物語に出てくる人形を飾るというのは引山にも共通性がございまして、引山北条図の場合13の引山それぞれ王様と呼ばれる、歴史上の有名人物やヒーローの人形が建てられております。そうしたところに町人文化の引山と築山にも同じような町人文化が共通性があるというふうに考えられております。あとそうですね、テーマを変えて人形を作り変えるという文化は、例えば福井県の武生に武生菊人形という菊の花を使って人形を飾る行事が残されております。そうしたような行事の江戸時代の町人文化の中で生み出されてくるんですけれども、有名な物語、それこそ現在 NHK の大河ドラマ「べらぼう」は江戸時代に江戸で出版に携わった蔦屋十三郎という人物を取り上げておりますが、江戸時代はこうした出版文化が非常に盛んな時代、そうした出版のされた本の中で挿絵の形で、有名な人物の、イメージや姿が地方の人に、江戸や京都や大阪だけではなくて金沢や富山といった地方の都市の人たちにも広がってくるわけでございます。でそうしたような形をかたどって人形にするということが楽しみとして行われていたわけでございます。今のように映画やテレビやインターネットがある時代ではございません。メディアがそんなに発達しているわけではございません。娯楽としてこういったようなもの、有名なヒーローの人形を飾る、有名な歴史人物の人形を飾って楽しんでもらうという文化が江戸時代にはこの地に育まれてきたわけでございます。でこの築山行事、実は引山などのように動く形の山のものが登場いたしますと失われていくことが多くあるんですけれども、こちら北条図では引山の行事に加えて築山の行事も同じ八幡宮の秋祭りの中で山と名の付く行事が2つ行われている、これは全国には例がないものでございますし、築山行事そのものも全国ではどんどん数が減って少なくなって見ることができなくなっている行事となっております。でそれも特に、古い時代の神祭りの形、臨時の祭壇を作って神を迎える、そして仏教の教えが広がってきて仏像を模して四天王像などが立ち並べられる教え、そして3番目に江戸時代の町人文化が合体して登場するという、こうした3つの文化が融合して残されているのは全国こちらだけでございますので、北条図の引山行事と合わせて1000年国の重要無形民族文化財に指定された隊の要件となったわけでございます。ですので指定の名称は北条図八幡宮祭の引山築山行事という形で、国の指定を受けておるところでございます。で、そして、今回の解説で多分一番皆さんが聞きたいなと思われているのはこちらのマロード飾り人形のテーマでございますね。だと思います。こちらは毎年作り変えますので、あとそうですね、もう1時でございますから、あと3時間したら取り払われてもう姿が失われてしまいます、見えなくなる行事でございます。人形のことをご解説をさせていただきます。今年の、築山のマロード飾り人形のテーマは、安永4年西暦1775年に起きました安永の引山騒動の一コマでございます。こちらは富山県を代表する祭礼文化でございます引山の形を大きく区切る大事件になった事件でございます。少し経緯からお話をさせていただきます。富山県で引山のお祭り24か所ほどございますけれども、その中で一番古いとされておりますのは西暦1609年に高岡で始められた高岡三車山祭りが最初とされております。
北条津の引山はそれに遅れること41年後、西暦1650年に初めて引山が出されておりの2番目に古い引山となっております。で、特に高岡の三車山は高岡城を築いた加賀藩2代当主前田利長ゆかりの引山ということもありまして、高岡の町人たちは非常に誇りを持って、特に引山の中でも、この富山県や地方でなかなか作ることができなかった豪華な車輪を使っているということに特に誇りを持っておられました。その車輪、車を作る大工さん、富山には専門大工がいなかったそうで、京都などで作られたまさに御所車を持ってきたという高岡の伝承を、まさに肯定していい話であろうと考えられるわけでございますけれども、そうした車輪、こちら地元で新たに引山始めますと、なかなかあんな豪華なのは作れないけど、あんな形に似たものにしたいなということで、北条津の人たちは板の車に彫刻をして色を塗ったり金箔を貼ったりして、高岡の三車山の車輪ほどの形ではないんですけれども、豪華な車輪を使って引山を引いておられました。ところが安永2年、事件が起きる2年前、北条津中町の引山の車輪が高岡の大工方に修理に出されました。その時に高岡の三車山関係者から北条津の中町の車輪を見て、これは高岡の三車山の引山の写しではないかということで、うちの引山は前田のお殿様ゆかりの引山の車輪なんだっていうことで差し押さえてしまったんですね。それで北条津の人たちは大変困りまして、いろいろ交渉した結果、一応高岡の町役人からこれは三車山の車輪に移したものではありませんよというちゃんと証文をもらって中町の車輪を引き取ってきました。でそれをもとに北条津は引山を安永4年1775年のその頃は引山は8月14日に引かれてたんですけれども、引き出そうと出しましたら、今度は高岡が北条津も含め小矢部のイスルギ、当時は今イスルギと申します、あとは南砺市の城花の引山と合わせて、高岡の三車山によく似たものだからやめさせてほしいという訴えを加賀藩に訴え出ました。でいろいろ吸ったもんだした挙句、一応加賀藩としては北条津の引山については今年は1ヶ月遅れ9月15日では引きなさい。で車輪につきましては、今高岡側の主張ももっともなことであるから板を打ち付けて飾りが少し見えないような形で引き出すようにという指示を加賀藩は出して、安永生き物花年の9月15日北条津の引山は引き出されることとなります。ところが9月15日朝北条津を出発した車輪は板を打ち付けて巡行したらしいんですけれども、途中で板が落ちてしまいました。車輪に打ってあった板が落ちてしまいました。でその頃は北条津中町、現在の三ノ町公園の近くで、昼ご飯をとることになっておりました。現在の市長にあたります北条津町戸市より松屋武兵衛の屋敷の前で引山が止まって休憩をとったんですね。その場面に高岡の三車山の関係者の若い衆がやってきて、板を打ち付けた車輪を見に来たぞと言って見に来たんです。ところが板は落ちている、いや加賀藩の指示通りになってないじゃないかということで、高岡の人たちは抗議するわけです。でその時北条津町戸市よりのその下におります北条津町木も入り、現在の副市長にあたります松屋善七、この築山でいた右側の上下をつけた人物ですねが経緯を説明して板が落ちちゃったんだということを説明いたしました。この話、私が見てきたように言ってるんではなくて、これは高岡市立中央図書館に保管されております三車山総論聞き書きという文書に書いてあるのもそのまま話をさせていただいております。北条津側の資料ではございません。これは高岡側の資料です。で松屋善七は板が落ちたんだと話をして、じゃあもう一回打ち付けろと高岡側は言います。でところが善七さんも多分気概があったんでしょうね。一度落ちた板を打ち付けるなんていう命令はお殿様から受けてないから嫌だって拒否したんですね。そしたら高岡の人たちは激高してあらかじめ用意していた、飛び口で北条津立町の引山を襲うとしたそうでございます。車輪の上に飛び口刺さっておるのご覧になりますか。あそこに写真が刺さっております。でそういう状態、そういう事件が起きることをあらかじめ予期しておりました加賀藩は、高岡の町奉行でも北条津を管理する射水郡奉行でもない魚津の加賀藩の役所から役人を派遣しておりました。でそれ、加賀藩の加賀藩の役人派遣されておりまして、さあ事件が起きたということで、この時高岡側の町人4人が捕まえられて魚津の加賀藩役所に連れて行かれるという事件が発生いたします。これをきっかけといたしまして高岡側は激高して金沢の加賀藩本庁に訴え出る。
北条図は北条図で射水軍役所に訴えることで大事件になりまして、最終的に、高岡側が訴えた高岡も含めて4町の関係者が魚津の関藩の役所に連れて行かれて尋問を受けることとなります。これは尋問を受けた人数は高岡側、北条図が上派なのでいずれの資料でもちょっとばらつきがあるんですけれども、高岡側からは、最初に捕まった4人に加えて、確か6人かな、10人近く魚津に連れて行かれて、何人かは牢屋に入れられております。小矢部の椅子からは1人、上花からは11人で、北条図は9人の町役人が魚津の関藩の役所に連れて行かれて厳しい取り調べを受けました。で、この取り調べがあまりにも厳しかったせいで、高岡側から1人、また上花側から牢で、急病になって、上花に返したけど1週間後にということで2人の死者が出ております。それぐらいに厳しい取り調べが行われたようでございます。でこの時、北条図の人たちは、9人が呼び出されたんですけれども、呼び出されてなかった町役人1人、魚津の奉行所の近く、関藩の役所の近くに常駐させて、現地事務所を作って連絡役として加賀藩が求める文書なども全て提出して、北条図側は9人無事に全員帰ってくることができました。そういったような経緯、近年北条図の引山の国指定に向けた調査の中で、北条図町年寄松屋不平と並んで町年寄を務めました北条図山王町の柴谷彦兵衛の家の古文書から近年新たに発見された資料をもとに今お話をもうさせていただいておりますけれども、そうしたような事件が発生したわけでございます。そして最終的に安永6年西暦1776年の2月1日、加賀藩は命を下しまして、高岡の車輪によく似た車輪を使ってはいけない、でそれを使っていた北条図の引山の車輪については没収する。だけど高岡の車輪と違う車輪を使っている町については車輪については従来通り使っていいよということで、北条図につきましてはいくつかの町の車輪が没収されるんですけれども、いくつかは帰ってくるという形で、車輪が戻されました。おかげで北条図は引山をその後も続けることができたわけでございます。でこの時加賀藩の裁定では、車輪については高岡の御車山と同じ車輪を使うことは許さない、他の車輪使うことについては一切それは問題がないという指示を出しました。そのおかげで北条図の町の人たちは考えます。車輪がダメなら車輪より上を豪華にしようということで、北条図の引山はそれまで高岡の御車山の形によく似たものを使っていたんですけれども、高岡の御車山は上の神様が乗られる上の山と林方がいる下の山があるんですが、その上と下の山だけで構成されております。北条図は上と下の山の間に中山と呼ばれる階段状の部分を差し込みまして、そこからも彫刻や漆などきちんと見られるような、そういった引山、要はその引山を周りの人、引っ張る人だけ楽しむんじゃなくて、周りで見ている人も楽しむことができるという形にどんどん改造していったわけでございます。でその形、先ほど申し上げました安永の引山騒動をきっかけに高岡の御車山の形を移してはいけない、だけど引山祭りをしたいと考えていた町々に受け入れられていきます。どこに受け入れられたかというと、こちら北条図新港は港町でございます。この北にございます氷見、高岡の伏木、そして射水市の海老江、富山市の与方といういずれも港町にこの北条図の形の引山が、広がっていきました。高岡の引山は明治維新以降、加賀藩の制限がなくなった後、南砺市の福野であるとか小矢部の五剣、そして射水市の大門というところに広がってまいります。完全に平野部と海の部分で引山の形が分かれるんですね。この結果、高岡とは違う引山の文化が北条図を中心に形成されたということで、1000年北条図八幡宮の引山行事が国の指定を受けたわけでございます。富山県を代表する引山文化の一つのグループであるということが容認されたということでございます。で今年のマロードにつきましては、その事件の北条図で起きた喧嘩事件の直後、北条図町肝入り松屋善七がその襲われた引山、立町の山だと言われているんですけれども、立町山の車輪を加賀藩の役人に見せている。加賀藩の魚津在住役寺西男女秀長がこちらに、家臣たちを派遣して取り締まりをさせている様子を今年は人形とされました。ですので右側が松屋善七、左側が寺西男女という形で人形を今年は構成されております。それこそこのマロード人形毎年作り変えられております。
八幡宮のお世話をされている皆さんで一生懸命ああだこうだって言いながら賑やかに飾って今年も作られておるわけでございますけれども、本当にあと数時間だけでございます。でこの後夕方4時になりましたら、全て神様の人形も含めて全て下ろされ、幕も外され、この舞台も今月中旬には全て解体されて、再びこの境内地更地に戻されます。また来年までということですが、来年にはこのマロードは見ることができません。来年はまた新しいマロード、飾り人形を作って飾られることになります。こうした物語に沿って人形を作っていく楽しみ、これは例えばヨタカなんかでもそうですが、毎年作り替えをしてあんどんで引き山なんか作りますけれども、そういったようなみんなに見てもらいたい、こんな面白い話あるんだよということを知ってもらうために飾られたということもご存知おきいただきまして、ぜひ皆さん来年も見に来ていただければと思います。簡単ですが解説をこれで終えさせていただきます。どうもありがとうございました。